皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、環境、健康、テクノロジーの3つのテーマのうち、毎回1つのテーマを取り上げて、解説、情報をお届けします。この動画のシリーズ、地球温暖化を紐解くキーワード解説は、地球温暖化を理解する上で重要なキーワードについて、詳しく解説していきます。今回は第4回目。テーマは大気について引き続き解説していきます。なお、大気についてお伝えする動画は、複数のパートに分けてお届けしております。今回は大気の解説のパート2です。前回、大気が生物にとってなくてはならない存在であることをお話ししました。今回は大気の別の側面からより深く地球の温暖化を知ってもらいたいと思います。このチャンネルが面白かった、わかりやすかったという方はグッドボタンを押してください。チャンネルに興味を持った方はチャンネル登録をお願いします。では、本編をお楽しみください。時に、人や動物、植物にとっても、脅威となり得る存在でもある、大気。寒気や暖気、災害そのものである、台風やハリケーンなど、大気がもたらす脅威や災害について、そのメカニズムを解説していきます。大気を構成する物質は、一つ一つが非常に小さく、軽く、常に流れ動いています。大気を構成する物質が、流動していることを、気流と言います。大気は物質で構成されているので、他の物質や私たちと同様に、地球の中心に向かって引き寄せられる重力の影響を受けています。地球上のある一地点にかかる大気の重さのことを気圧と言います。大気が常に流動しているのはなぜなのでしょうか。気流が発生する条件は、主に次の5つが影響しています。温度の差、地形、気圧の差、地球の自転、月の引力。温度の差、物質は熱せられると膨張し、密度が下がります。膨らむと単位体積比で軽くなるので、周りの物質に比べて上昇しやすくなります。反対に、冷えると凝縮して密度が上がり、単位体積比で他の物質より重くなるため、下降しやすくなります。この物理現象を利用した乗り物が気球です。気球内の空気を温めることで、上昇する浮力を得ます。温めるのをやめると、大気との温度差で気球内が冷えていき、浮力を失って降下します。大気では、太陽に温められた空気と夜に冷えた空気などで、この現象が発生しています。また、局所的な例では、火山、温泉、工場などの熱源の有無や、北極や南極、高い山などの雪や氷、氷河など冷たい物質の有無、天候、湿度など、複数の要因で大気の温度が変動しています。その度に、大気を構成する物質は、上昇と下降を繰り返しています。地形の状態も、
気流には大きく影響を及ぼします。渓谷のような高い壁に挟まれた地形や、盆地や遮るところのない高地などは、大気の流れ方が変わります。遮るもののない平坦な地形が続いている場合は、風が減速することなく通り過ぎるので、強い気流が通る際に、ダイレクトに影響を受けることもあります。気圧の差である高気圧、低気圧の詳細については、後ほど話します。地球の自転。地球は地軸を中心に1日で1回転しています。上空にある物質は、回転している地球に引っ張られるので、下向きと回転方向への2つの力の向きを受けます。月の引力。こちらは海と同様に、物質の流れに作用する力です。今回の動画内では、長くなりすぎてしまうため、次回以降に、影響について詳しくお話しします。気流と気圧は、影響を受けるものが、大枠で共通しており、さらに相互関係があります。気圧は、一地点にかかる大気の圧力のことを言います。より詳しく説明すると、一地点の上にある空気が多い、重い場合は、下方向へ押す力が強いので、圧力が高く、空気が少ない、軽い場合は、押す力は弱いので、圧力は低くなります。前回の動画では、地球は大昔、大量に二酸化炭素があったので、大気圧が100気圧ほどあった、ということをお話ししました。現在の大気の標準は、1気圧ですが、天気予報などで、高気圧や低気圧があり、気圧が一定ではない、ということを、皆さんも知っていると思います。気圧が変動する要因も、気流が発生することと同様に、いくつもの要因があります。まずは、大気が流れているという点です。大気には気流があり、常に流動的で、しかも、温度や湿度、地球の自転や月の引力などの様々な要因で流れているので、流れる方向は定まっておらず、バラバラな方向に大気が流動しています。その大気の流動によって、一地点を切り取った際に、上に乗っている物質の量が、各地点ごとに異なり、圧力の違いを作っています。大気にもし、他の要因による流れがない場合は、気圧が高いところから、気圧が低いところへ向かって、大気中の物質が移動します。これは、物質が大量にあるところが、気圧が高いところなので、より物質が少ないところへ向かって、気圧の力で押し出されているような状態です。水で言うと、浸透圧の差がある状態に、近い物理現象です。大気は、肉眼では見えないほど、小さな物質で構成されているのですが、物質の集合体なので、このような物理法則が働いて動いているのです。この物理現象は、結果として物質が移動するので、気流にも影響しています。気圧による温度変化。ボイルシャルルの法則で、物質は圧力がかかると、温度が高くなることが、科学的に証明されています。そのため、高気圧であればあるほど、温度が上がりやすく、逆に低気圧では、温度が上がりにくいということです。気圧と雨の関係。先ほど、気温でお話しした、
気球が上昇する物理現象と合わせて考えると、高気圧は温度が上がるので物質が上昇します。水分も蒸発して、水蒸気になり、上空に上昇していきます。つまり、高気圧では、雨が降りにくいのです。気圧が低いと、物質が上昇する力が弱いので、重力の影響で、地球の中心に引き寄せられます。そのため、上空の水蒸気も落下しやすくなり、雨が降りやすいのです。高気圧と低気圧が近くにあると、高気圧付近で水蒸気が上昇して、すぐ近くの低気圧へ流れていき、雨が降る。これが、梅雨前線で、雨が降り続くメカニズムです。気流と気圧は、寒気と暖気を作り出します。そのメカニズムは、地球の地軸と関係があります。寒気は、南極、北極などの寒冷な地域や海洋上で冷えた大気が気流によって他の地域に流れ込む現象です。暖気は赤道付近などの温暖な地域や海洋上で熱せられた大気が気流によって他の地域に流れ込む現象です。寒気や暖気が非常に強力な場合、地表の温度が例年とは異なる温度状況となり、植物や動物、人間などの生活リズムを崩します。農作物や畜産の不作、人間の社会活動の阻害につながります。温暖化が進むと、極端な寒気や暖気の発生が増加するため、社会にも大きな影響が出ることが予想されます。食糧危機や砂漠化、海面上昇、森林減少、大規模な干ばつ、豪雪や熱中症による死者の増加などを招く原因にもなります。台風、ハリケーン。台風やハリケーンは、大気に膨大なエネルギーがあり、侮れないということを裏付けるものです。温暖な赤道付近では、気温が非常に高くなることが、たびたび発生します。高温時に上昇気流が発生し、大量の物質が上空に巻き上がり、非常に高い気圧となるのです。これが、台風の目や、ハリケーンの中心となります。非常に高い気圧では、さらに強力な上昇気流が発生します。その周りの大気から、高気圧の中心に向かって、物質が吸い寄せられることで、周りの大気の気圧が、急激に下がります。このようなメカニズムで発生した台風やハリケーンが、地球の自転などの影響で、徐々に南極や北極へ向かい滑り出し、複数の国や地域に損害を出します。ある程度、緯度が高い地域に達すると、日照時間の関係で周辺の温度が低くなり、高気圧の持つエネルギーをそがれ勢力を失い、高気圧部分が低気圧へ分散して、拡散することで終了します。台風やハリケーンは、大気中の物質が持つエネルギーが多ければ多いほど、より発生しやすく、より強い勢力を持ち、より長期間にわたって勢力が維持されます。地球の平均気温は、大気の持つ熱エネルギーの一つの指標です。つまり、平均気温が上昇することは、このような災害の発生頻度を上げて、より勢力が強くなり、勢力が維持される期間が長引くということです。
平均気温が高いと、平均気温が低い時に比べて、1年間のうちの赤道付近が一定以上の高温となる日が増えることになります。それは、台風が発生できる時期を広くするということで、当然、年間の台風の数が多くなることを意味します。台風が季節性ではなく、365日、いつ台風が発生してもおかしくない気候となる可能性があるということです。さらに、平均気温が高いということは、地球の地域ごとの気温も上昇しているということなので、これまでは台風が発生しても、緯度が高ければ勢力が衰えていて、あまり被害になることがなかった地域でも、温度上昇によって勢力が維持されて、より高い緯度の地域でも台風の被害が増加することを意味しています。要するに、北海道やロシアでも台風の被害が増えるということです。最も恐ろしいのは、台風の力が強まるということです。台風の目の高気圧が今より高く、周囲の気圧との差が大きくなれば、その分、風速や風圧が増大します。統計開始から、日本で最速の最大瞬間風速は、1966年9月5日、宮古島の風速 85.3 メートルでした。世界の最大瞬間風速の観測記録では、フィリピンで記録された風速105メートルが最速でした。これは、重火がバラバラになって辺りに飛散し、弱い非重火は跡形なく吹き飛ばされてしまう。鉄骨造りでもぺしゃんこ。列車が吹き飛ばされ、自動車は何十メートルも空中飛行する。1トン以上もある物体が降ってきて、危険この上もない。という基準だそうです。とても現実とは結びつけたくない災害ですが、それが発生してもおかしくないのが、温暖化の代償なのです。よく、温暖化で気象関連の災害が甚大化すると、耳にすることがあるかと思いますが、今回はその影響を、より具体的に解説してみました。豪雨や干ばつも、同じように被害が甚大化するので、次回以降でお話しできればと思っています。第4回、地球温暖化を紐解く、キーワード3、大気パート2。こちらが、今回の動画のまとめです。大気の流れが気流。大気の圧力が気圧です。気流は、温度の差、地形、気圧の差、地球の自転、月の引力などの様々な要因で流動しています。気圧は、一地点にかかる大気の圧力です。大気は一定ではなく、高気圧や低気圧が様々な要因で発生します。大気は高気圧から低気圧へ流れます。ボイルシャルルの法則で、物質は圧力がかかると温度が高くなります。大気も同様です。高気圧は雨が降りにくく、低気圧は雨が降りやすい。寒気や暖気は、寒冷な地域と温暖な地域から流れてきた大気の塊です。台風やハリケーンは、温暖なところで強力な高気圧ができることで発生します。温暖化は、台風やハリケーンを発生させる頻度を増やし、勢力を強め、勢力の維持を助けます。人類や自然への被害が大きくなることは避けられません。
次回のテーマは、引き続き大気についてお送りする予定ですが、別のシリーズとして、健康やテクノロジーなど、その他のジャンルの動画を更新してから、本シリーズの続きを更新する予定です。